年齢を重ねても、高い家具や特別な飾りがなくても、家に静かな品がにじみ出る方がいます。一方で、片付けているはずなのに、なぜか家の中がすっきりしない。テーブルの上に残った紙類、洗面台の水滴、レシートで膨らんだお財布、そうした何気ないところに、知らず知らずのうちに生活感が残ってしまうことがあります。どうしてあの人の家はいつも落ち着いて見えるんだろう。今日はその秘密を一緒に見ていきましょう。こんにちは。黄金の暮らし手帳です。人は思った以上に物の扱い方からその人の暮らしぶりを感じ取るのかもしれません。お財布の中、鏡に残った曇り、テーブルに置きっぱなしのもの、一つ一つはほんの些細なことかもしれません。それでも身の回りの何気ない場所に今の暮らし方や心の余裕がそっと現れることがあります。なんだか耳が痛いお話ですよね。でも毎日を一生懸命頑張っている時ほどそこまでなかなか気が回らないものです。だからこそ片付けの方法だけでなく、そもそも何を大切にして暮らしたいのか、その根っこに気づくことで家の中のものもお金の使い方も少し違う目で見られるようになります。今日は今あるものを大切にしながら静かに品よく暮らす70代一人暮らしの鈴木恵子さんを参考に、家に品が出る人の6つの習慣をお話しします。この動画を見終わる頃には、お財布を整えることも、洗面台を一拭きすることも、ただの片付けや掃除ではなく、自分の暮らしを愛おしむ時間に感じられるはずです。身の回りのものも、自分自身も、優しく丁寧に扱うためのささやかなきっかけになれば嬉しいです。最初に大切にしたいのは、お財布をお金が気持ちよく出入りできる場所にしておくことです。家に品が出る習慣なのになぜ最初が財布なのか、少し意外に感じるかもしれません。でもお財布は毎日のお金が出入りする場所、言ってみればお金の家であり、新しいものを家に迎えるための玄関でもあるんです。お財布の中がすっきりしていると、買ったものへの接し方も、家に物を持ち込む時の意識も少しずつ見直せるようになります。あなたのお財布は今どんな表情をしていますか？レシートで中がパンパンになっていないでしょうか？そしてせっかく買ったものを玄関やテーブルの端に仮置きのままだったり、冷蔵庫の中で使い切れないまま傷んでしまったり、そんなことはありませんか？買い物はお金を払ったところで終わりではありません。家に持ち帰り、必要な場所にしまい、使い切って最後に役目を終えるところまでが一つの流れです。高いブランドのお財布を持つことで品が出るのではなく、お金の出入り口を雑にしないこと、その意識が買ったものの扱い方、そして家全体の雰囲気にもつながっていくんだと思います。恵子さんも以前は毎日レシートを見ながら家計簿をつける、そんなお金の流れを見直す習慣を大切にしたいと思っていました。でも後で整理しようと思っても、その後でがなかなか来ない。気づけば過去のレシートやポイントカードでお財布はいつも膨らんでいました。必要なカードを探すときにレジの前で慌ててしまい、お財布を開くたびにせかされるような気持ちになっていたんです。そしてお財布の中に後でが溜まっているときは、家の中にも買ったものの後でが増えていたといいます。日用品を玄関に置いたまま、届いた明細を確認しないまま、どれもすぐに困ることではありません。でも少しずつ重なると、家の中にやり残しの宿題が溜まっていくような感覚でした。お金を大切に思いながら使った後を見落としていたのかもしれない。
恵子さんはそう気づき、帰宅したらまずお財布からレシートを出す習慣を始めました。それはただお財布の中身を軽くするだけではありません。自分が何を買い、何を家に入れ、どう使っていくのか、その流れを静かに見直すことでもあるんです。お金を大切に扱う人というと、毎日きっちり家計簿をつけたり、長財布にお札をきれいに揃える人を思い浮かべるかもしれません。もちろんそれも素敵な習慣です。でも私が大切だと思うのはもっと手前のこと。使ったお金の流れを暮らしの中で止めないことです。まずは今日から3つだけ。買い物から帰ったらレシートを出す。買ったものは置きっぱなしにせず定位置にしまう。使った買い物袋は畳んで戻す。そうして家に迎えたものは最後まできちんと使い切る。そんな風に意識するだけでもお財布の中はすっきりして、家の中の仮置きも自然に減っていきます。お金も物も暮らしの中でちゃんと生きてくる。そんな静かな心地よさを毎日開くお財布から始めてみませんか？次はお金の流れと同じくらい家の印象に出やすい水回りについてです。2つ目に大切にしたいのは洗面台の水滴をそのままにしないことです。年を重ねるほどにその人や家の印象をそっと決めるもの、それは華やかな飾り付けよりも何気ない場所の清潔感かもしれません。とはいえ家中の水回りを毎日ピカピカに磨き上げるのは簡単なことではありませんよね。だからこそまず大切にしたいのは朝一番に自分の顔を見る場所、洗面台です。顔を洗う、歯を磨く、髪を整える、一日の始まりに何度も立つ場所。洗面台を拭くことはただの掃除ではありません。鏡を見て髪や服を整えるように自分を映す場所も優しく整えておく。それはその日を気持ちよく始めるための身だしなみの延長なんです。朝の身支度を終えた後、蛇口周りの水滴、歯磨き粉の白い跡、洗面ボウルに落ちた髪の毛、そのままになっていませんか？水回りは暮らしの生活感が出やすい場所。それだけ毎日自分や家族の暮らしを支えている場所です。洗面台の一拭きは人に見せるためだけではありません。次にここへ来る未来の自分を優しく迎えるための準備です。鏡の前に立った時、水滴や汚れではなくすっきりした場所で今日の自分と向き合える。それだけで少し背筋が伸びてすがすがしい気持ちになれるものです。家に品が出る人は特別なことをしている人ではなく、毎日使う場所を気持ちよく保てる人なんだと思います。完璧に綺麗好きである必要はありません。明日の朝、使い終わったタオルの端で蛇口周りの水滴だけそっと拭いてみてください。その一拭きが家の空気にも自分の心にも静かな清潔感を運んでくれるんです。次は清潔感をさらに左右する毎日使う小物の扱い方。3つ目に大切にしたいのはくたびれた小物をそのまま放置しないことです。古いものを手入れしながら長く大切に使い続ける、それは本当に素敵なことですよね。けれど古いこととくたびれたまま放置することは少し違うのかもしれません。使い慣れたメガネケース、手に馴染んだ革財布、毎朝使う湯飲み、長く大事に使ってきたものには暮らしを支えてきた時間があり、新しいものにはない温かさがあります。でも毎日使うものほど手にした時の気分に静かに影響するものです。お気に入りのものならそれだけで心が和らぐ。反対にくたびれたままのものを使うたびに気持ちが少し沈むこともあります。私たちはつい物を大切にしたいほど、家で使うだけなら
これで十分、まだ捨てるほどではないと見直すタイミングを後回しにしがちです。でもそれは物を大切にしているようでいて、自分の小さな違和感を見過ごしていることもあるんです。恵子さんも使い慣れたものほど見直すきっかけを失っていました。角が擦り切れてきたメガネケース、色あせたハンカチ、茶渋が取れない湯飲み、どれも壊れているわけではなく、まだ使えるものばかりです。けれどある朝、子供からもらった湯飲みを手に取り、ふと思いました。私はこれを本当に大切に扱えているのかなと。それから恵子さんは、まだ使えるかではなく、これからも手入れして使いたいかで見るようになりました。そうすると、残すものと役目を変えるものの違いが前より判断しやすくなったんです。物を大切にすることは何でも長く残すことだけではありません。手に取るたびに心がふわっと明るくなったり、安心できる状態にしておくこと。そして役目が終わったものには静かに区切りをつけることも大切な愛情です。例えば湯飲みの茶渋を落としてみる、革財布を軽く磨いてみる。それでも状態が変わらないなら、無理に毎日使い続けなくてもいいんです。古くなった布巾は玄関を拭く雑巾に、お気に入りのトレイは引き出しの仕切りに。そんな風に役割を変える道もあります。まずは今日よく使う場所を見渡して、手に取るたびに少し心が曇る小物を一つ見つけてみてください。見直して空いた余白には、本当に好きなものをまた一つ大切に迎えられるようになりますよ。そして好きなものを迎えたなら、今度はそれを日々の暮らしの中できちんと生かしていく。4つ目に大切にしたいのは、お気に入りの道具を丁寧に使うことです。家に品が出る人は高級なものをたくさん持つ人ではなく、手に馴染んで落ち着く、そう思える道具を暮らしの中で自然に使っている人です。そんなものとの付き合い方に、その人らしい落ち着きや優しさがにじむんだと思います。あなたにも手に取るだけで安心して頼れる道具はありませんか？例えば手入れされた腕時計、よく切れる包丁、書き心地の良いペン、そういうものがそばにあるだけで、毎日の中に少し背筋が伸びるような落ち着きが生まれます。道具をたくさん持つことが豊かさではありません。本当に気に入った道具を日々の中で大切に使い続けること、その積み重ねが家にもその人自身にも静かな品をにじませてくれるのだと思います。恵子さんの台所には何年も大切に使っているシュロほうきがあります。天然の植物繊維で編まれた小さな手ほうきです。ちょっとしたパンくずや落ちた髪の毛を見つけたとき、大きな掃除機を出してくるのは少し億劫ですよね。そんな時、壁にかけた手ほうきが目に入ると、恵子さんは少し嬉しい気持ちでさっと床を履けるのだそうです。床を撫でるような静かな音、手になじむ木のぬくもり、天然素材のほのかな香り、そうしたものに触れているうちに、面倒に感じていた掃除が穏やかな時間へとふっと色を変えていきます。道具を大切に扱うことで、所作や心の動きまで自然と穏やかになっていく恵子さんの姿は、それを教えてくれました。家仕事を気分よく進めたいと思った時、新しい道具を増やさなくてもできることがあります。今あるものの中から手に馴染むものを一つ選ぶ。使い終わったら軽く拭いて定位置に戻す。そうして少し丁寧に扱ううちに、いつしか相棒のように愛着のある存在になっていきます。使いやすいから安心して頼れる。使い終わった後もまた大切に戻したくなる。そんな道具が一つあるだけで、家仕事はただの義務や作業ではなくなります。その信頼感が家の中に柔らかな品を生んでいくのだと思います。5つ目に大切にしたいのは、
人に見せるための見栄えのいいものを増やしすぎないことです。若い頃や家族が多かった頃は、人を迎えるために良い器を揃えたり、玄関に飾りを置いたり、来客用のものを大切にしまっていた方も多いかもしれません。けれど年齢を重ねるうちに暮らしの形は変わっていきます。かつて見栄えがいいからと買った飾り物、しまったままになっている来客用の器、それらがいつの間にか少し重たく感じることはありませんか？本当に品がある家はたくさん飾る家ではなく、今の暮らしに合う余白がある家。誰かに見せるためだけではなく、自分が気持ちよく過ごせるか、そこに目を向けた時、家の居心地はふっと変わっていきます。恵子さんの台所にも食器棚にめったに使わない来客用のカップが大切に並んでいました。お客様が来た時にないと恥ずかしいかしら、そう思って自分の普段使いにはいつものマグカップなのに、その上等なカップだけはずっと一等席にしまったままでした。でもある時、恵子さんはふと気づきました。人に見せるためにしまっておくより、自分が毎日使う方がこのカップも喜ぶかもしれない。恵子さんは思い切って普段使いにおろし、毎朝コーヒー時間に使うようにしました。すると食器棚にすっと余白が生まれました。人に見せるための器から自分の朝を楽しむ器へ、そう切り替えただけで、恵子さんの朝は自然体で心豊かな時間に変わっていったんです。昔の名残の中にある小さな背伸びをそっと手放していくこと。物をたくさん並べるより、本当に好きなものが一つ静かに置かれている心地よさ。棚いっぱいの器より、今よく使う器がすっと取り出せる潔さ。飾り物を増やすより、季節の花が一輪そっと飾られている豊かさ。そういう景色が増えるだけで、家の空気はどこか静かで柔らかく見えてくるものです。無理に立派に見せようとしない、人と比べすぎない、今の暮らしに合う量を選ぶ。そうやって力が抜けていくと、暮らしはもっと軽くなります。まずは食器棚、玄関、飾り物、この3つから一つだけ見直してみませんか？ここまで品がある家を保つための習慣として、お財布、洗面台周り、小物や道具の扱い方、人に見せるためのものの見直しについてお話ししてきました。では、家に品が出る人は最後に何を大切にしているのでしょうか？家中を完璧に磨くこと、物を極端に減らして生活感を消すこと。きっとそうではありません。本当に大切なのは、自分の暮らしを雑に扱わないこと。品のある家の根っこはきっとここにあると思います。疲れている日、気持ちが沈んでいる日、テーブルの上や洗面台の水滴をそのままにしてしまうことは誰にでもありますよね。そんな時、片付けなきゃ、掃除しなきゃと自分を責めてしまうこともあります。でも目についた場所をほんの一拭きするだけで、不思議と今日の自分を優しく受け止められることがあります。テーブルを拭けば湯飲みの後に今日の慌ただしさが見える。洗面台を拭けば残った水垢に手が回らなかった日々を思い出す。玄関を拭けば置いたままの靴にこの数日の暮らしの流れを感じる。手を動かしていると家の状態を見ているようで、実は自分の心を見つめているのかもしれません。心が少し静まると、物を置く手つきまで自然と柔らかくなっていきます。私自身も以前、ある人が電子レンジや冷蔵庫の扉を大きな音で閉める様子を見てハッとしたことがあります。もちろんそれだけでその人の暮らしのすべてがわかるわけではありません。けれど、物を閉める時の音、道具を置く時の手つき、使ったものの戻し方、
そんな小さな所作にこそ心の余裕はふっと現れるのだと思います。家に品が出る人は片付けやひと拭きをまるで家との対話のように受け止められる人。また汚れてると焦るのではなく、よく使ってきた場所なんだなと今の暮らしを見つめ直しながら、物をそっと置く、扉を静かに閉める、使った場所をひと拭きして戻す、その所作の積み重ねが家の中に静かな品を育てていくのだと思います。暮らしの気配があってもどこか落ち着いている家、古いものがあっても大切にされていることが伝わる家、そこにはきっと毎日のひと拭きと物を丁寧に扱う心があります。今日目についた場所があれば、テーブルでも洗面台でも玄関でも構いません。布を手にしてゆっくり一度撫でてみる。その積み重ねがこの人の暮らし素敵だなと感じられる静かな空気に変わっていくのかもしれません。このチャンネルでは60代からの暮らしを心地よく整える片付けや掃除、物との向き合い方をお届けしています。無理なく自分らしく整えていきたい方はチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。今日も最後までご一緒くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。